弘前市坂本久戸寺という寺に一本の掛け軸がある。江戸時代の絵師丸山応挙の作品といわれる幽霊画である。この絵を公開すると決まって雨が降るという。青森の怪談、青森ゴーストストーリーズ第3話、帰ってくる人たち。この朗読は北章介編青森県の怪談を定本にしています。昭和47年に刊行され、やがて手に入らない本となっていた一冊が、約半世紀の時を経て、2021年、白神書院により復刻されました。朗読とその公開について、この度、白神書院様より正式なご許可をいただいております。心より感謝申し上げます。第3話は、半世時代の怪談から9つの話をお送りします。帰ってきた人、まだ帰れない人、そしてその人たちのために祈った誰かの話。序章、描かれた死者。弘前市と六戸町、応挙が描いたという幽霊画が今も寺に残っている。久戸寺の幽霊。弘前市の坂本にある真言宗の五山の一つである久戸寺には、地方として丸山応挙の作といわれる幽霊の掛け軸がある。丸山応挙がある時、幽霊の絵を所望された。さて、実際に見たことのない幽霊を描くことは、写実派として名を成している応挙としては、まことに難題であった。応挙がいつになく思い悩んでいる様子を見て、心配した妻がその理由を尋ねた。訳を聞いた妻は、何とかいたしましょうと言った。その晩、応挙が個室で画案を練っていたが、ふと障子に目をやると、そこに髪を垂らした女の影が映っていた。障子を開けてみると、まさしくそこに女の幽霊が立っていた。応挙は筆を取ってそれを克明に写し取った。書き終えて我に返ると、その幽霊はいつの間にか消えていた。妻の部屋を開けた応挙は、そこに自害している妻の姿を見たのであった。この幽霊の絵を出すと、決まって雨が降ると言い伝えられている。弘前市民生部青少年課名所へのいざないより。
王居作の幽霊。上北郡六戸町上吉田の海伝寺岡田幸三住職に江戸中期の画家丸山応挙が描いたと言われる幽霊の掛け軸が大切に保存されている。会長は旧正月の2月に1回、それも檀家や部落民に限られているため、これまで弘前市久戸寺にある応挙筆のようには世に知られていないが、津軽に対する南部の幽霊画として近隣市町村の話題となっている。この掛け軸は幅30センチ、長さ1メートル30センチほどの大きさ。乱れた髪を足元まで垂らした母親が忍び子を両腕に抱き、恨めしそうに何かを一心に見つめ悲しんでいる図柄で、墨で入念に書かれ、応挙の筆書きと落款がある。一説によると、応挙の妻が身ごもった後、今の妊娠中毒症らしい病気で他界した。愛妻と期待した子供を一挙に失った応挙は、悲しみのため夜もろくに眠れず、妻の名を呼び続けた。するとある夜、かわいい緑子を抱いた亡き妻が応挙の前に現れ元気づけた。この時の姿を絵にしたのがこの掛け軸だと言われている。30年ほど前、同町犬落瀬金物業高橋健二さんが上方の人から大金を投じて買い、先代田川大臣氏の頃、同寺に奉納したもの。この間、掛け軸がどのような経路をたどってきたのかは不明だが、岡田住職が先代から聞いたところでは、昔、上州館林に応挙筆の幽霊画を宝物としたお寺があった。ところが、いつの頃か、ここの住職が賭博に熱中し、金に困って多くの戯作を作り売りつけたが、最後にとうとう本物まで手放してしまった。これが人手を経て、岩手県二戸郡北福岡の坊さんが手に入れ、大事にしまっていたが、それから家の人たちの体が痛み出したりして、不思議事が絶えないので、ある物知りに聞いたところ、この家のものでない者がいる。本当はお寺に収まるべきものと言ったので、びっくりして手放した。この絵がどうやらそれらしいということだった。同部落には旧正の2日、神社のお祭りの後、部落民が揃ってお寺参りをし、先祖の霊を慰める習慣がある。幽霊の掛け軸はこの日に限って開帳され、おみきなどがあげられるが、それ以外は大事にしまわれたまま、果たして応挙の筆になるものかどうか、真偽のほどは権威のある人の鑑定を受けなければはっきりしないが、岡田住職は先代からの慣例として外には出さないことにしているが、かなり古く元禄時代の頃のものと思う。絵も非常にうまく丁寧に描かれており、
かなりの人手に渡ったものらしいと語っている。45年8月14日、東欧日報。第一章。帰ってくる人。青森が駒込村と呼ばれていた頃の話である。飴を買いに来る女。その昔、駒込村の奥の現在の梨木平付近に大木根という村があった。家数はあまり多くなかったが古い村で、元和の頃に村はなくなったと言われている。大木根村のある家に次という女が下女として使われていた。次はあまりにも美人であったので、その家の息子と良い仲になった。そこの両親は頑固で、下女なぞ嫁にもらわないと二人の仲を認めないので、息子は家を飛び出し、行方知れずになった。その時、次は身ごもっていたが、無理に働いたのが悪かったのか、身ごもったまま亡くなった。葬式も済んで、やがてそのことも村の人に忘れられかけた頃、夜になると、隣村の店屋に赤ん坊をぶった女が現れるという噂が立った。それは、隣村でたった一軒の店屋に、夜中になると戸をトントンと叩き、赤ん坊をぶった真っ青な顔をした女が、赤ん坊にしゃぶらせるので、飴っこください、と言って、飴を買うとどっかへ行くのだという。それが毎晩のことなので、店の主人は一体どこの誰だろうと、ある夜、女の後をつけていった。女の後を見え隠れについて行くと、女は大木根村の墓地に着いた。女はあたりの様子をうかがうと、ふっと消えた。店の主人は消えたところに急いで行ってみると、そこには真新しい土の盛られた墓があった。次の日、隣村の人々と大木根村の人々はその墓を掘ってみると、死んでいる次に抱かれて、いつ生まれたのか赤ん坊が飴をなめていたという。これも同じく青森市の話。稚児の墓。その昔、青森市宮田に大きな寺があった。その寺には人も住まず、いつしか孤児の住処となった。村人は化け物寺と言って誰一人近づくものがなかった。その頃、日本国中を修行して歩く法師がこの村を訪ねてきた。この辺りに寺がありませんか？村人は恐る恐る。寺は木立の深い山裾にありますが、怪しい者が住んでいて、誰も近づく人はおりません、と言った。法師は、よろしい。
自分はその寺を再興してあげようと言った。法師は山裾の寺を訪ねた。ススキや雑草が一面生い茂っている中に寺があった。ところが人のいないはずの寺の閉ざした扉から煙が細く立ち上っていた。旅人でもいるのかと中へ入ると、小鍋に飯が炊かれ、板敷きに置かれていた。静かな足音がして、袴をつけた稚児が右手に包丁を持ち、左手に青菜を握って庭の高く伸びた草を振り分けてきた。そして法師の前に手をつくと、よくおいでになりましたと汁を作り、飯を整えて進めた。食べ終わると、さぞお疲れになったでしょうと、今度は清潔な柔らかな寝具を整えてくれた。稚児は眠れないのか焚き火をし、その明かりで何かものを見ているようだった。何を見ているのかと法師は障子を細く開けて覗くと、箱の中から手紙をたくさん取り出し、繰り返し読みながら、一人で笑ったり、恨みを言ったり、あるいは嘆き悲しみ、よよと泣いていた。秋の夜も次第に更けていった。法師はそっと起きると、本堂の仏前で静かにお経を唱えた。すると突然稚児は障子を倒し、阿修羅のような身の丈七尺の大男となって、法師の寝ているはずの寝具を抱いて去った。夜もしらじらと明けるまで法師は読経していた。稚児は今朝も法師へ飯を炊いて出してくれた。そして法師の前に手をつくと、昨夜は恥ずかしい振る舞い、面目もありませんと詫びた。法師は、あなたの手紙を見せてくださいと言った。稚児は箱を開けて中の手紙を法師へ差し出した。法師はそれを読んでいるふりをして、一つ一つ火の中にくべ、燃やしてしまった。手紙を燃やし終わったとき、稚児の姿はかき消すように消えていた。あたりを見ると、土台石だけの寺の後に小さな灯があった。ああ、ここがあの稚児の墓であったのか。親しかった女への思いに、こうして毎夜手紙を読んでいたのかと哀れに思って、法師はお経をあげたという。第2章。まだ帰れない人。平香の町、そして常盤の水木。供養されなかった人はどこへも行けずにさまよっている。油沢の姉子。昔、南郡平香町町井の町井神社の下に部落があったとき、どこから来たのか一人の浪人が
いつとはなく村外れに住んでいた。浪人には美しい娘があった。娘は美しいだけではなく気品もあった。ある日、大工事城の若殿が遠乗りをしてこの家で水をごちそうになった。この時、この娘を見た若殿は一目惚れをしてしまった。それから若殿の遠乗りはこの娘の家に来ることに決まった。娘もだんだん若殿に恋心を感ずるようになった。その話を家来から聞いた大殿は、それならとその娘を城へ呼び、若殿の腰元とした。腰元となった娘は前からいる腰元たちに妬まれ、いじめにいじめ抜かれた。娘はいたたまれなくなり、城から抜け出すと、若殿の姿を心に思い浮かべながら、山の中の油沢に身を投げて死んだ。その夜から油沢から青白い人玉が飛び、人玉はゆらゆらと大工事城を回ると、堀端ですっと消える。するとそこには真っ白な着物を着た娘がしくしく泣きながらお城を見つめて、やがてまた人玉となって、今度は北の方の尾上町の荒谷の方へ飛んで行き、村の外れの林へ来るとスーッと消えるのだという。この人玉を平鹿町や尾上町の人は油沢の姉子と呼んでいる。つい最近まで人玉は飛んでいたというが、何のために荒谷の方へ飛んで行くのかは誰もわからない。私の体を返して。その昔、津軽一円に赤痢が流行したことがあった。当時、赤痢が流行ると他の村とは通行禁止となった。南郡常盤村水木に坊という大きな家があった。その娘も赤痢にかかり、戸川とボタン森川に挟まれたところの赤痢小屋に隔離された。医者も見回ってくれるが、当時の薬では治るどころか次第に悪化し、自分の父母の名を呼び続け、とうとうこの世を去った。人々はその亡骸をその場で焼いた。しかし、いくら薪をくべ、油をかけても死骸の腹のところだけは焼けなかった。じれった子を持ったある村の人が、誰も見ていない隙に腹の臓物を木切れで戸川に投げ捨て、知らんふりして骨だけを拾い集めて箱に詰め、某家へ持って行った。葬式が済んで数日後、火の玉が飛んで若い女が泣いているのを見たという噂が立った。その話というのは、戸川から火の玉がぼーっと出て、川面をゆらりゆらり飛ぶと、川底から女のすすり泣き、私の体を返してください、と、哀れな声とともに、白い着物を着た女が川底からスーッ
と上がって赤痢小屋へ、そこからさらに水木の実家へ。実家の家の周りをぼーっとかすんだ女がさまよい、やがて通称冷やこ道を通りお寺へ、そして墓地へ消えてゆくという。それを見た何人もの村人たちは、自分の体が全部ないためにあの世でも浮かばれないで、こうして迷って出るのではないかと話し合ったという。第3章、祈りが名前になった。誰かが祈った。その後が土地の名前になって今も残る。京成松子の幽霊。昔、豆坂街道は弘前から外ヶ浜に通ずる重要な道で、藩では高田、荒川、八役の3カ所に駅場を設け、公使用に供していた。しかし、西の軽井沢より高田まで8キロの山中に一村を設ける計画を立てた。まず、手始めに何をと聞かれた老臣は、ここに遊郭を許してはと申し述べた。殿様はそれではと許可し、ここだけは自由に家を建て、遊郭の商売をしてもよいと符令した。当時、どんな家を建てるにも商売をするにも許可がなくてはできなかった世の中であった。これが図にあたり、1軒2軒と遊郭が増え、大繁盛し、そのため田畑も少しずつ開け、小さいながらも村落ができた。そこのある遊郭に松子というべっぴんがいて、よく客をもてなし、前金で客に接していた。高田村の万飛の長者は深くこの慶生の松子に溺れ、毎日毎日入り浸っていた。万飛の長者は遊郭で遊ぶだけでは満足しないで、遊郭の南に接した丘陵に大きな家を作り、そこで日夜豪遊した。その後が今でも館森、長者森と呼ばれている。また当時ここに満幕を張って宴会場としたところを五段幕と称して残っているばかりか、駒子という地名もある。以前館森のふもとに堰を掘った時にたくさん陶器が出土したという。それはさておき、ある時万富の長者は松子に自分の妻になれと言った。しかし松子には青森の権太郎という末を誓った若者がいて、どうしても長者の意のままにならなかった。そこで長者は遊山ということに名を借り、松子を末郷内山に誘い、男と別れてぜひ自分の妻になってくれと頼んだが、松子は聞かなかった。長者は怒り、長とっくり調子で松子を撃ち殺してしまった。それからというもの、末郷内の参道と豆坂の街道に髪を乱し青い顔の松子が頭から血をだらだらさせて旅行く人に、
私を遊郭まで連れて行ってくれ、とお願いしたという。マツコの幽霊の出た場所は、現在、孫内にあり、慶西が久保と言っている。マツコの幽霊の話を聞き、末郷内に駆けつけた権太郎は、愛人が夜ごと出るという場所にいおりを作って、マツコの冥福を祈ったという。それからは、マツコの幽霊が出なくなったという。その後は、坊主バタと言って、今も残っている。豆の幽霊。昔、青森市高田の豆坂街道は、浪岡御所全盛時代をはじめ、江戸時代にはよく旅人の往来する道として使われた。松並木を縫って軽井沢まで38キロ。途中にアイヌの目の子のいる豆の茶屋があった。豆は気が優しく美人なので、付近の男の願望の的であった。ある時、一人の武士に見初められてしつっこくつきまとわれたという。その武士は南部の人であったとか。あまりのしつっこさに、豆は武士の空腹の時、まんじゅうに毒を入れて、そしらぬ顔をして武士に差し出した。武士はまんじゅうを食べようとすると、どこから来た犬か、まんじゅうを一つくわえて逃げ、それを食べた犬は血を吐いて死んだ。武士はそれを見て怒り、小屋を壊し、まんじゅうを足で蹴散らし踏みつけた。そして豆を一頭のもとに切り殺した。殺された豆は夜になってそこを歩く人に茶屋の後から「もしあなたは南部の人ですか？津軽の人ですか？」と聞いたという。南部だというとみるみる目をつり上げ、恨み事を並べたという。それを聞いた南部の人たちは、夜はこの道を通らなくなった。その話を聞いた一人の旅の僧が、豆を葬ってある墓に花を手向け、お経をあげたので、それ以後は豆の幽霊が出なくなったという。その時の毒まんじゅうが石になったとか。今でも豆坂にあるまんじゅう石がそれである。終生、火を置いてゆく。八甲田の山の奥の話である。当該の坂。その昔、堤弾正が横内にいた頃、ある漁師が春の片雪を渡って八甲田山の奥深く狩りに出た。しかし獲物はなく、日が暮れた。漁師は弓矢を肩に急いで山を降りてゆくと、不思議なことに人一人いないと思われたこの山奥に、おぼろげに灯火が見えた。漁師は、この山奥に人がいるわけがない。さては化け物か、魔物か。さてどうしたらよいのか。よもや人間の住みかではないだろうと、恐る恐る近づいた。春とはいえ、まだ寒さは身にしみる。それに空腹もひどいので、
もしも孤利の仕業であれば撃って捕らえよう。人間の住処であれば一杯の飯と一晩の宿をお願いしようと崖の中腹のその小屋に近づいた。中から読経の声がしていた。漁師は案内を請うと一人の若くて優しい僧が出てきた。漁師は山地で日が暮れた始末を告げて一夜の宿を請うと、若い僧は快く承諾した。そして食事を進め、穂田を燃やしてくれたおかげで暖も取ることができた。漁師が僧に身の上を尋ねると、私は横内のもので一人の女の人を愛した。でもその人は別の男のところへ嫁に行った。私は逆上して執念の夜、女の首を絞めて殺してしまった。それからというものは夜な夜な女の幽霊が枕元に立って、なぜ私を殺したのです。寿命を全うしない私は三途の川でさまよっています。というもので、女の冥福を祈るためにこの山中へこもって読経の毎日を送っています。と語った。それから数年後、漁師はまたそこを通りかかったので、小屋の跡を訪ねてみると、草の茂った中にポツンと一つ、灯蓋だけが転がっていたという。この時からこの坂を灯蓋の坂と呼んだ。ちなみに灯蓋とは昔の行燈の灯芯と白しめ油を入れる金属の皿のことである。短い夏の夕暮れに海から白い霧が来る。風が突然に息を止め、セミの声まで消えてゆく。誰もいない校舎では廊下の奥で戸が開く。帰ったはずのあの子の名を黒板の文字が読んでいる。濡れた足跡一つ二つこちらへ向かって続いてる。見てはいけない、振り向かない、そういう声が後ろから。風の止む夜に声がする。知らない名前を呼ぶ声が。死んだものが戻るのは恨みばかりと誰が言う。と口に立って見ているだけ。何も言わずに見ているだけ。青森の怪談第3話。帰ってくる人たち。お聞きいただきありがとうございました。8月13日からお盆の入りです。迎え火を焚き、墓前に花を手向け、亡き人に向かって手を合わせるひとときは、追いつけない時の流れをほんのわずかでも緩めることができる時間なのかもしれません。年に一度でも名前を呼びかける
その時間が今を生きる私たちの一番の供養なのだと思います。青森の怪談、青森ゴーストストーリーズ。また次のお話でお会いいたしましょう。おやすみなさい。家のものだけが見ている。風の止む夜に声がする。今度は私の名を呼ぶ声。